田中角栄、雪国に生まれた少年の歩み、独学と行動力で道を切り開いた人物。それでは聞いていきましょう。田中角栄は新潟県の雪深い町に生まれ、冬になれば家が埋まるほどの豪雪の中で育ち、幼い頃から働くことが当たり前の環境にあった。家計を支えるために働き、学校に通えない時期もあり、学ぶことの大切さを自分でかみしめていく。角栄は読み書きと計算を独学で身につけ、必要な知識は自分で取りに行くという姿勢を育て、この習慣は生涯変わらなかった。雪国の厳しさは、人が生きるために何が必要かを幼い角栄に強く刻み込んでいく。それは後に彼の判断の基準となっていく。彼は働きながら現場の空気を覚え、人の動きや生活の流れを体で理解し、机上の理屈より現実を重視する感覚を育てた。若い頃の角栄は建設現場で働き、職人たちの気質や現場で必要とされる判断の速さを学んでいく。この経験が後の行動力の源となり、思い立ったらすぐ動くという性格を形作った。角栄はまた人を大切にし、一度会った相手の名前を忘れず、その人の背景まで覚えていた。人は名前を呼ばれると心が動く。角栄はそれを本能的に理解していた。彼の周囲に人が集まった理由は、この人間味の強さにあった。角栄は働きながら、自分に足りないものを冷静に見つめ、学ぶべきことを自分で選び取っていく。読み書きと計算を武器にし、どこでも働ける力を身につけ、自分の未来を切り開く準備を進めた。彼はまた家族を大切にし、家族のために働き、家族のために学び、家族のために生きた。角栄の価値観の根には、常に身近な人を守るという思いがあり、それが行動の軸となっていた。若い頃の角栄は、自分の力で人生を変えるしかないと考え、働きながら学び続けた。彼は現場で鍛えられ、人の暮らしを支えることの重さを知り、その経験が後の判断基準を作った。角栄はまた、人の弱さを責めず、困っている者には手を差し伸べ、支える道を選ぶ人物だった。自分自身が苦労してきたからこそ、他者の痛みに敏感で、人を見捨てない姿勢を貫いた。この人間味が彼を慕う者を増やし、自然と人が集まる環境を作った。角栄は行動力の塊で、誰かが困っていると聞けば、その日のうちに現場へ向かった。迷う時間より、動くことを選び続けた。人のために動くという価値観が彼の原動力となっていた。角栄はまた、現場を見て判断することを重視し、机上の理屈より人がどう暮らしているかを優先した。この現場主義は若い頃の経験から生まれたもので、彼の人生全体を貫く姿勢となった。角栄は働きながら人の動きや生活の流れを観察し、何が必要で何が足りないかを考え続けた。彼にとって学びとは机に向かうことではなく、人の暮らしに触れることだった。角栄はまた人の話をよく聞き、相手の立場を理解しようと努め、その姿勢が信頼を生んだ。彼は人を責めず弱さを受け止め、支える方向に動く人物だった。角栄の人生は雪国の厳しさに始まり、現場で鍛えられ、人との縁に支えられていく。彼は自分の力で道を切り開き、学び続け、行動し続けた。角栄の歩みは努力と行動と人情の積み重ねで、そのどれもが欠けては語れない。彼は自分の人生を誇ることなく、ただ淡々と受け止め、必要なことを必要な時に言った。角栄の価値観は、人を大切にし、現場を見て、行動で示すというものだった。その姿勢は雪国で育った経験と、若い頃の苦労から生まれた。角栄は晩年に向かうほど、静かに物事を見つめ、自分の歩みを振り返る時間が増えた。彼は自分の人生を誇らず、ただ淡々と受け止め、人が生きるために何が必要かを考え続けた。角栄の生涯は、
努力と行動と人情に満ちており、その姿勢は今も語り継がれている。彼がどれほど人を大切にし、どれほど行動で示してきたかが静かに伝わってくる角栄の物語はまだ続き、後半では晩年の姿と人としての深みがさらに見えていく。雪国で育った角栄の価値観が生涯を通して行動の軸となり、人を思う姿勢が歩みを支え、後半ではその深みをさらに追っていく。では続きをどうぞ。角栄の人生は中年期に入り、働き続けた体に疲れが見え始め、それでも歩みを止めることはなかった。彼は人の暮らしを見て、何が必要かを考え、そのために動くことを自分の役目とした。角栄は現場を歩き、人の声を聞き、その言葉を胸に刻んでいく。彼にとって人の話は数字よりも重く、生活の実感そのものだった。角栄はまた人の弱さを理解し、責めるより支える姿勢を貫いた。苦労を知る者は他者の痛みに敏感で、角栄もその一人だった。彼は人を見捨てず、困っている者には手を差し伸べ、その行動が信頼を生んだ。角栄の周囲には自然と人が集まり、彼を支えたいと願う者が増えていく。それは権力ではなく人柄によって生まれた縁だった。角栄は晩年に向かうほど静かに物事を見つめ、自分の歩みを振り返る時間が増えた。彼は自分の人生を誇ることなく、一つ一つの選択を静かに受け止めていった。必要な場面で動き、不要な場面では退くという判断が磨かれていく。角栄はまた、家族との時間を大切にし、家族の存在が心の支えとなっていた。彼の価値観の根には、常に身近な人を守るという思いがあり、それが行動の軸となっていた。晩年の角栄は本を読み、人の話を聞き、静かに日々を過ごしていく。彼は若い頃のように激しく動くことは減ったが、心の中には変わらぬ情熱があった。角栄は人生の後半で、自分が歩んできた道を見つめ直し、人との縁の重さを改めて感じていた。彼は人に支えられ、人を支え、その積み重ねで人生を形作った。角栄はまた、自分の過去を否定せず、苦労も失敗も含めて受け入れ、それを糧にして生きていった。彼にとって人生とは成功ではなく、積み重ねそのものだった。晩年の角栄は静かに語ることが増え、若い頃の勢いとは違う深い落ち着きを身につけていた。彼は人の話を遮らず最後まで耳を傾け、言葉の奥にある思いを汲み取ろうとしていた。その姿勢は人生の厚みから生まれたものだった。角栄はまた、自分の人生を振り返りながら、人が生きるために必要なものを考え続けた。それは豪雪の町で育った少年時代から変わらない価値観だった。角栄の人生は努力と行動と人情の積み重ねで、そのどれもが欠けては語れない。彼は自分の力で道を切り開き、学び続け行動し続けた。晩年の角栄は静かに過去を受け止め、人との縁に感謝し、穏やかな時間を過ごしていく。彼は自分の歩みを誇示することなく、必要な場面で役割を果たしてきたことを受け入れていた。角栄の価値観は人を大切にし、現場を見て行動で示すというものだった。角栄の人生は人との縁に支えられ、人を支えることで形作られ、その歩みは静かでありながら、深い重みを持っている。彼は晩年に向かうほど、相手の立場を考えながら言葉を選び、その一言一言に責任を持つようになっていった。その変化は時間の中で磨かれたものだった。角栄の生涯を振り返ると、努力と行動と人情が静かに積み重なっていることがわかる。角栄の物語はここで一区切りを迎え、静かに幕を下ろしていく。だがその生き方は今も語り継がれ、人を思う姿勢の大切さを伝えている。角栄の歩みは静かで力強く、人を思う姿勢が生涯を支えた。
その生き方は今も静かに語られる。それではまた次回の主役でお会いしましょう。